こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢康です。今まで長年愛用してきましたアンプシミュレーターのプラグインのメーカーのネウラウ DSP からソフトをご提供いただけることになりました。好きなプラグインを選んでいいということだったので、まずはレビュー第1弾ということで、自分も前々から気になってましたメタブギーの Mark2C プラス、このプラグインをレビューしてみました。どんなサウンドがするのか早速見ていきましょう。はい、それではまずはデフォルト状態で音を出してみます。ギターは2ハムのギターでリアピックアップを使って弾きます。という感じでとてもハイゲインなアンプとなっています。ではざっくりとエフェクトなど機能を見ていきましょう。まずはペダル系はコンプとオーバードライブが2種類、そしてコーラスになってます。そしてアンプは2種類ですね。でざっくり触ってみた感じ、いわゆるクリーンと歪みとかではなくて、割と近い特性のアンプになっています。そしてキャビネットは3種類あります。でこちらも大きく変わるというわけではなくて、全部4発キャビですので、若干質感が異なるという感じになっています。でマイク類はこのようになっています。もちろん全てのネウラウ DSP のプラグイン同様マイクを動かしたりとかいうのはできるようになっています。そしてその次に EQ ですね、グラフィックのイコライザーがあります。そして最後はディレイとリバーブという感じで、これもまた他のネウラウ DSP のプラグインと結構似ている感じですね。でその他の機能としましては、インプットとアウトプットの音量にゲート、ノイズゲートですねと、あとはトランスポーズ、これは疑似的にチューニングを下げたり上げたりということができます。そしてダブラー機能、こちらも疑似的に左右でダブリングして録音したようなギターの音にしてくれる機能になっています。で第一印象としましては、とてもハイゲインで、初期のメタリカだったりドリームシャッターのジョン・ペトルシだったりとかが愛用しているアンプということもあって、元祖メタルみたいなサウンドには最適ですね。でそれでありつつ、ゲインを下げていくと軽く歪んだクランチの音とかも非常にいいサウンドしていますので、ちょっと静かなメローなソロとかもかなり合うんじゃないかなと思いました。でその反面、こちらの Mark2C プラスというアンプですが、現在はもうほとんど市場で見ないぐらい前の時代のアンプですので、いわゆる現代の7弦8弦といったチューニング下げたようなサウンドにはちょっと合わない可能性もありますね。低音の解像度がどうしても現代的なアンプの方がキレのいいサウンドで刻むことができるかなと思ってます。ただもちろん使い方次第ではありますので、そのあたりを詳しく見ていきたいと思います。ではまずプリセットからちょっと気に入ったサウンドをいくつかご紹介したいと思います。でこのようにたくさんのアーティストによるプリセットが収録されています。まずはペリフェリのノリーさんの Satisfying Lead。というようなサウンドで、ディレイがかなり気持ちいいですね。こちらのプリセットはオーバードライブで、ブーストしている感じです。ドライブは下げ目で、レベルは上げ目にしていますね。これを切ると、というような感じで、こちらも結構使えるサウンドですね。続きまして、スタジオクリーン。これピックアップシングルとかにすると合いそうですね。エフェクトはリバーブとディレイと両方かかってるみたいな感じです。続きまして、ラーベアさんのプリセットで For the Strat、ストラト向けってことなんで、シングルコイルにタップしてやってみましょう。
感じで、こちらコンプレッサーとかかかってるみたいですね。で、プリセットは無数にあるので、お好みに近いものはどれかあるかなとは思うのですが、続きましては、設定を全部リセット状態にして、0の状態から音作りしてみたいと思います。で、これ結構他のネオラル DSP のアンプに比べてちょっと難易度が高くなるかなと思いました。というのは、元々のこのアンプがそういう特性なのですが、結構ゲインに関係するパラメータが複数あって、例えばこのまずボリュームっていうところはプリゲインになっていて、で、リードに関してはここもさらに歪みの値になっています。で EQ に関してもこちらのいわゆるトレブルベースミドルという EQ 以外にもこちらの5バンドの EQ、 これがかなりメタブギーのアンプは特徴的な象徴とも言える機能なのですが、という感じで複数サウンドを決める要素があるので、この辺りの使い分けとかは結構難しいかなとも思いました。でこのリセットオールセッティングという状態ですとクランチ的なサウンドになってます。で、この状態、これはいわゆるクランチチャンネルみたいな状態なのですが、これだと非常にわかりやすいですね。ここが原因になっていて、で、あとはトレブル、ベース、ミドルという感じですね。で、ここの EQ に関してはそんなに劇的に大きく変わらないというのも特徴的ですね。で、それに対してこちらのグライコ、こちらの効きがかなりいいのでやってみましょう。で、定番とされているのはこういう V の字の設定ですね。これをしてあげると一気にそれっぽいサウンドになりますね。ですのであんまりこっちの EQ で頑張って作り込もうとしない方がいいかもしれないですね。で、このクランチチャンネルの状態もゲイン結構上げれば歪むので、ここにブーストしても面白いかもしれないですね。ドライブ下げ目で、レベル上げ目で。これなかなか悪くないサウンドですね。でちなみにこちらのオーバードライブはどういったサウンドかというと、こっちより積極的に歪みを作るようなオーバードライブかなとも思いました。ブースト目的というよりかはドライブ目的という感じですね。はい、こちらの歪みで音作ってもなかなか面白い感じになりそうです。で、続きましてリードチャンネルですが、ここ実機では、ノブを引っ張るというアクションになるのですが、このプルっていうのを押すとリードがアクティブになります。このリードじゃないと使えない、回せないノブとかもあるという感じですね。でリードにすると、他の例えばこのトレブルをシフトっていうのがあったりとかするので、実際どんな感じの音変わっていくのか見ていきましょう。という感じで音が変化していきます。でこれもやっぱり広く捉えると EQ 的な効果があるので、また選択肢が増えるので、これがまた難易度がちょっと上がるゆえんでもありますね。でちなみにこの矢印マークを押すとアンプのバックにアクセスできて、いろいろあるのですが、実際操作できるのはこの真空管のサイマルクラスとクラス A というのを選ぶスイッチと、
あとはリバーブとプレゼンスです。ここら辺はあくまで飾りで操作はできません。プレゼンスをちょっと上げてみましょう。はい、ここも結構重要なパラメータになりそうですね。で、これプラス A にすると、ちょっとボリューム下がりますが、それだけではなくて、ボリュームを合わせると、ちょっとサイマルクラスの方がムチっとした感じになるのかな。はい、という感じになっています。では、この状態でキャビネットもちょっと変えてみましょうか。ここら辺はそこまで大きく変わる感じではないので、アンプで音作った後にちょっとキャビ変えてみてどうかなみたいな調整方法とかでも良さそうですね。他のアンプとかで、例えば4発キャビ、2発キャビ、1発キャビみたいになってるとだいぶ大きく変わるので、そこまでの大きな差異ではなさそうです。では、マイクとかもいくつか聞いてみましょう。はい、という感じで、あとは、これはおそらくスピーカーが異なるのかな。スピーカーのこのユニットが、ちょっと同じマイクのスピーカー違い聞いてみましょう。はい、という感じで、若干異なりますが、ここら辺も音作ってみて、ちょっと変化足したいなという時に変えてみたりするのもいいかなと思います。で、ダイナミックとコンデンサーとあとリボンで音は大きく変わるので、2本目組み合わせる場合は、これも全然こうしなきゃいけないというのはないのですが、違う特性のものを足してあげると音作りがしやすいかなと思います。まず57だけだと、こんな感じで、で、ここに、例えばコンデンサー、こちらもコンデンサーだけだと、ちょっと中域はまろやかなサウンドですよね。これを組み合わせてあげると、シャープなサウンドにちょっと深みを加えてあげることができるかなと思います。ではまたアンプのセクションに戻りまして、いろいろ触ってみた結果、自分はこんな感じのサウンドにしてみました。いくつかこういったプルノブ系のサウンドはオンにして、で EQ は結構過激に V の字にしています。その反面こちらの EQ ではミドルはあまり下げてません。真ん中ら辺ですね。なんとなくイメージだとこちらを下げると、いやでもあんまり変わんないですね。で、トレブルもベースもそんなにセンターから変わってないので、主に使ってるのはこっちですね。で、プレゼンスに関しては、真ん中ぐらいですね。真ん中ちょい上ぐらいで、リバーブは完全にオフ。で、キャビネットは一番右のにしてみました。これは2発キャビが2段重ねになってるみたいな感じなんですかね。他のキャビでも全然良かったと思います。で、ダイナミックの57に、リボンマイクをちょっと足してる。これがないと、ちょっと軽い感じなので、
リボンの要素を足してます。これは結構中低域寄りですね。これを加えると、こんな感じのサウンドにしてみました。で、オーバードライブをブースターとして使っているのですが、ドライブはほぼ0にして、レベルはマックスにはしませんでした。なので、これを切ってもそこそこ歪んだサウンドになってるはずです。はい。これはこれでありなんじゃないかなというサウンドですが、これ入れてあげると、ローの方もちょっとシュッとシェイプアップされている感じになるかなと思います。で、あとは、このポストの EQ、個人的にはそこまで多用したくないなという感じなのですが、アンプ側でどうしても足りなかった要素をちょっと足したり引いたりしてあげてます。ローをちょっとだけ足して、ミドルあたりをちょっと下げている感じですね。これがオフだと、で、オンだと、まあちょっとシェイプアップできたかなと思ってます。で、ちなみに冒頭で紹介したトランスポーズとかダブラーの機能を使うと、例えばこれをマイナス4ですと2音下げとかにできます。で、上げることもできちゃいます。0だと、ですが、例えばプラス5、あんまりないかもしれないですけど。違和感少ないのが興味深いですよね。で、あとはダブラー、これをオンにすると、こういう感じで広がりが出せます。で、これは左右の音、片っぽにディレイを、ごくごく短いディレイをつけて、こう位相をずらすみたいなことをやってるんですが、それのずらし方をここで変えることができます。はい、という感じです。で、その他は、チューナーとか、スタンダードだとメトロノームとかもついてますね。で、ディレイもテンポにシンクロさせたりとか。で、ローカットとかハイカットがついてるので、ちょっとディレイの主張が強すぎるなと思ったら、ローとハイをカットしてあげると、という感じで、ディレイをちょっと一歩奥に配置してあげることができます。で、あとリバーブですね。こちらもハイカットとローカットついてるのがいいですね。はい、という感じです。で、リードサウンドの作り方のコツとしては、最初のプリゲインをちょっと下げ目にして、こちらのリードドライブの方で歪みを上げてあげた方が、個人的にはいい結果になりやすいかなと思いました。で、どうしても最初のプリゲインが大きいと結構ムチムチしたサウンドになっちゃうんですね。これはこれで全然いいかなとも思うのですが、ちょっと低音の方がね、解像度が下がるというか。ちょっとムチムチしすぎちゃうので、こちらは控えめにして、リードドライブの方で上げてあげる。
こちらちょっと上げ目でリードドライブ下げ目にしちゃうとよりムチムチ感が。ちょっとファズっぽい感じもありますよね。こちらのプリゲイン下げ目でリード上げ目と。で、こちら、リードドライブで上げた場合、ちょっとローが少なめにも聞こえるので、なんか EQ とかでグッと上げてあげると、いい結果になるのかなと思います。この EQ も結構、引きがこっちは良すぎるので、調節が難しいところがありますね。で、あとはマスターボリューム。これも2つあるんですね。リードのマスターでマスター1と。で、実際のアンプと同様、あるところを境に、例えば5から10が2倍になるかといったらそういう感じではないですね。ですので、パワーアンプによるちょっとドライブ感が加わるというものだと思っていいと思います。で、純粋なボリュームっていうのは、このアウトプットっていうのを下げれば、下がってくれますので、ちょっとパワーアンプの段階でドライブしたようなサウンドを欲しいときは、マスター系を上げ目にしてあげるといいかもしれないですね。なかなか特徴的なサウンドになりますね。で、あとどうしてもムチムチ感が避けられないなというときは、ちょっと裏技的にこの入力ゲインをちょっと下げてあげると、ちょっと変化が出るかもしれません。入力される原因はここでも操作できますが、オーディオインターフェース側の原因を下げたりしてもいいかもしれないです。必ずしも限界ギリギリまで原因を上げなければいけないという感じでもないかなと思ってます。あんまり下げすぎると SN 比が悪くなってしまうので、ノイズが多くなってしまう可能性がありますので、アンプだけでどうにもならない時の裏技という感じ、ちょっとここを見直してみるというのも一つのポイントかなと思います。で、今回ここで作ったプリセットとか、あとは既存のプリセットを自分なりにちょっと変えてみたりとかもしてみたので、概要欄からダウンロードできるようにしておきました。で、こちらのソフトは数日間のデモ使用が可能となっておりますので、気になった方はぜひダウンロードして試してみてください。デモ版は使用できる日数が限定されているだけで、機能は製品版と全く同じものを使うことができます。はい、いかがでしたでしょうか。個人的にメサブゲーは実機もいくつか所有しているぐらい好きなアンプなので、サウンドの方は文句なしといった印象でしたが、原因が2段あったり EQ が複数あったりというのが若干難しいかなと思うポイントでした。皆さんもぜひ音作りして最高のメサブギサウンドを鳴らしていただけたらと思います。ネオラル DSP のプラグインは他にもいくつかご提供いただけましたので、また別の動画でレビューしていきたいと思っています。というわけでこちらのチャンネルではこういった機材の紹介とか音楽の作り方なんかをご紹介しておりますので、もしよかったらチャンネル登録や高評価などをよろしくお願いします。それではありがとうございました。